皆さんこんにちは。近頃ではこのヒーリングという言葉を本当によく聞かれるようになりました。この癒しというものが日常にたくさん溢れているなというふうに感じます。例えば美味しいものを食べたりとか、またお風呂にゆっくり浸かるですとか、好きな音楽を聴いたり、または旅先で非日常の空間でもうゆっくりと過ごすなんていうのも、癒しなんじゃないかなと思うんですね。でこれら全て本物ですよね。でもどうでしょうか。私たちはどれだけ癒されても癒されても、どこか疲れが取りきれなかったり、またすぐに別の癒しを求めていったりですとか、あるいはどこか満たされない感覚というものが抜けきらないなんてこともあったりしますよね。これは一体どういうことかと。これはもう単純に外側で求めているものと深いところで求めているもの、これがほんのちょっとしたズレというものがあるという可能性が見えてきます。例えば今日は美味しいものを食べたいなと表面では感じていると。でももしかしたら深い内側では全く別の何かを求めているのかもしれません。このちょっとしたズレではあるんですけれども、これがずっと続いていきますと、それはエネルギーロスを発生させてしまいます。そしてじわりじわりと知らないうちにどこかエネルギーが消耗されてしまって、そして疲弊してしまうっていうことにつながっていくわけですね。考えてみたらですね、世の中的には昔の時代から比べたら現代の私たちの生活っていうのはもうどんどん豊かになってきていますよね。ですがどれだけ豊かさっていうものが日常にたくさん溢れていたとしても、私たちはどこか現代人っていうのは憔悴しているなんてこともよくよく発生しています。そうですので今日はとても大切なことを今からシェアしたいなと思うんです。まず私たちはもう個人的なレベルで自分が取ってきた行動、過去のすべてに対してまず第一に丸を出すということ、これがとっても大事だと思うんです。それはどうしてかというと、今のご自身があるっていうのはまさにその連続性の先に自分の今があるわけですから、その現在の自分自身を認めるっていうことに直結するということがまず第一でありますよね。で、例えばいい結果を受け取った場合っていうのは、私たちはみんなその自分が過去した行動に対して丸を出すっていうことは比較的やりやすいと思います。けれども例えばそれと真逆な結果を生じてしまったりですとか、こんなことしなければよかったというようなものであったとしても、それでも丸を出すっていうことが大事になってきます。で今日はそちらの方にちょっと重点を置いてシェアをしたいなと思うわけです。でこれなかなか難しいことかもしれません。でも先ほどお伝えしたように、今
今だったらもうそういった選択はしないなというのは、その経験があったから学ぶことによってそれが見えてきたわけですよね。ですので今のご自身はさらにこの賢くなった自分っていうのはその経験を経て今があるということを考えたら、もうそれは間違いなく今のご自身を構成する大切なピース、一つの要素になってるわけです。ですから結果はどうであれ、まずその挑戦をした、その選択をしたっていうことに対しては、まずはそれでよかったと丸を出していく。これがまず最初の大切な、そして大きな一歩です。ただ、これがなかなか難しかったりしますよね。それはやっぱり私たちは過去に対して疑いがあったりですとか、それによって得た結果に対してなかなか自信が持てなかったり、それがやっぱり丸を出すっていうことを難しくさせているんじゃないかなと思います。これは私もね本当にたくさん経験してきました。またこう環境としても世の中の風習としても、こう過去の振り返りであるとか反省というものはとても推奨されるのに対して、こうチャレンジをした挑戦をしたっていうその選択に対しては、こう別の側面でニュートラルにそれを肯定的に認めるっていう機会がなかなか少なかったりします。そう、あまりにも少ないんじゃないかなと思うことがあるなというふうに感じるんです。ですので環境的にも私たちというのは自分たちの自信を喪失させるっていうことはもう本当に簡単にできてしまうんじゃないかなと思うんですね。この私たち個人のエネルギーが失われる、これは本当にもったいないことです。そうしますと次のステップもなかなか踏み出せません。なぜならそこに恐怖感が残り続けたりですとか、違う自分の本来の進みたい方向とは別の方向を向いて頑張ろうとしてしまったり進もうとしてしまったり、いろんな弊害が起きやすくなってしまうからです。ですのでまず第一にその過去の自分の経験っていうものをしっかりと丸を出して認めるっていうことが本当に大事になってきます。これがなければ私たちは決して次に進むことはできません。それはどうしてか、このじゃあもっと良くなるためにはどうしたらいいか、このアルゴリズムっていうのはまずその挑戦っていうものを肯定的に承認されて初めて出てくるものだからです。でその先にさらにじゃあこういった選択肢があるというその選択肢自体の大幅に意味が変わってきます。きちんと軌道修正された選択肢というものをそれによって初めて見つけることができるようになってくるからです。そうですので最初の第一歩、先ほど言った第一歩っていうのはまずはこう気づきの立ち止まるための一歩でした。気づきという空白のための一歩です。そして次に踏み出す一歩というのは、これが本当の意味で誰かの人生ではない、誰かの人生をなぞる生き方ではない本来のご自身の道というものを踏み出すその最初の
大切な大切な一歩へとつながってくるわけです。この積み重ねによって少しずつ表面で求めているものと内側で求めているものというものがこう一致をし始めます。少しずつ少しずつこう近づいていけるんですね。それがこの本質的な癒し、その入り口になってくるんじゃないかなと思っています。さあ、では今からそのためのねワークを一緒にやっていきたいなと思います。さあ、まずねできる方はご自身が落ち着ける、ね、座れるポジションをとってみてください。そしてこんな風にまず手を合わせます。そして軽くねこう擦り合わせましょう。そして手がねこうあったかさを感じ始めたら、もう一度手を合わせて、で柔らかい手の状態で合わせましたら、今度はですね少しこんな風にして指を互い違いにこの指の間に入れるようにしながら合わせてみてください。そしてこの手を胸の真ん中に置きます。さあ、ここで一つ大きく深呼吸してみてください。さあ、呼吸が整ったらどちらの手でも構いません。一つの手をみぞおちに、そしてもう一方の手はおへその下あたり、下腹部に優しく置いてあげてください。さあ、ここから今から私が言う言葉を続けて言っていただきたいのですが、その時にご自身だけにしか聞こえないぐらい小さな声で構わないんです。でもゆっくりと、何回も言う必要はありません。ゆっくりとこの両手を伝わってご自身のお体に届けるようにして言ってみていただきたいんです。そしてまたあなたご自身もこのお体と一緒に聞くようにしながら、そんな形で伝えていっていただきたいんですね。ではやってみましょう。軽く目を閉じて、まずはご自身のお名前を呼んでからこのように続けてみてください。あなたはこれまで本当によくやってきた。私はそのことを認めているよ。さあ、今どんな風に感じますか？お体は何かを受け取っていらっしゃるでしょうか？あなたご自身の真実を、あなたの毎日のその瞬間瞬間の事実をちゃんと本当の意味で知っているのはあなた以外に誰一人としていないんです。ですからまず第一にあなた自身の言葉を届けるということはもう何よりも必要です。さあ、もし何かの気づきですとかシェアしたいなと思われることがありましたら、
ぜひコメント欄の空間を使ってみてください。さあ今日はヒーリングについて、その癒しの本質的なその入り口についてのお話でした。もしよろしければ今夜から、夜お休みになる前にお布団に入って横になってからこんな風に言ってみてください。今日も本当によくやったねと。ではまた次回お会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。